こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝としんぼりです。今日はですね、4部作の1つ目ということで、システム導入で失敗する前に読んでほしい業務フロー設計の進め方ということで、フライクのノウハウをギュッとこの動画に集約をしたいと思ってます。ただですね、めっちゃ長いんです、この ebook。なるほど。で、200枚ぐらいあって、僕も読むの嫌になるぐらいの濃い内容になっているので、この動画を4部作でお届けしていこうっていうふうに思っています。その中で今日は大規模システム刷新の失敗3つの理由ということで、あんまり一つ失敗したくないじゃないですか。そうですね。なので失敗している企業さんの例を見ながら、その失敗しない理由をしっかりと考えていきたいなっていうふうに思っております。成果努力で作られる。早速スタート。では早速大規模システム刷新の3つの理由を紐解いていきたいなっていうふうに思ってるんですが、まず大規模システムっていうのを定義をしていきたいなと思ってます。で、大規模システムっていろんな考え方があると思うんですけど、私たちフライクではこの2つを考えております。まずスケジュールとしては、要件定義、システム導入、リリースまで1年以上かかるもの、そして費用感としては1500万円以上がシステムのこの要件定義、システム導入、リリース、保守までにしっかりお金かかるものが1500万っていうふうに我々は思ってるんですよね。で、なんでこの1500万円を大規模システムっていうふうに定義をしているかっていうお話をしていきたいんですけど、おそらくこの動画を見てくださっている方が、いろんな企業さんが多いんですけど、我々フライクにお問い合わせをいただく企業さんっていうのが、30億から100億企業の中堅企業から大企業さんが多いなっていうふうに印象として思ってるんですね。その人たちからすると1500万円ってあれ思った以上に低くないって思うと思うんですよね。ただこの1500万円っていうところからちょっと紐解いていきたいんですけど、売上高に対する IT 投資の割合っていうのが 1.5% って言われてるんですよね。じゃあシステム投資ができる企業さんを 1.5% から考えた時に、1500万円で 1.5% を割り戻すと売上高が10億以上ってなるんですよね。じゃあ1500万円の投資をして10億以上の売上がないと IT 投資で追加できないじゃないですか。なのでしっかりと売上高が10億以上を担保できるようなシステム投資をするっていう風な考え方をすると、1500万円以上の IT 投資を大規模っていう風に言っていいんじゃないかなっていう風に思っております。ただですね、 IT 導入成功率が 52.8% って言われておりますので、嫌じゃない？売上高10億せっかく稼いだのにさ、それをせっかく IT 投資して失敗したらさ、元も子もないじゃん。悲しいですね。で、なので失敗の5大要因っていうのがあるので、今日はこの動画の中でこの5大要因を紐解いていこうかなっていうふうに思っております。で、ユーザー企業の原因とシステム提案企業の要因っていうのを記載してるんですけど、一つ一つ見ていきたいと思います。まず1つ目、ユーザー企業の要因として2つですね。自社の業務とシステムへの要望を伝えられない。そして2つ目がシステム利活用のイメージ不足っていうのがあるんですよね。そしてユーザー企業とシステム提案企業が共通している失敗理由が2つありまして、プロジェクト管理能力不足、2つ目がコミュニケーション不足があります。システム提案企業の要因に技術力を向上させる試みが少ないっていうね、ドキッとする内容があるんですけど、しっかりこれを紐解いていこうと思っております。まず1つ目、ユーザー企業の要因、原因ですね。自社の業務とシステムの要望を伝えられないところにコミュニケーションギャップ、要件定義の不備、業務の知識不足っていうのを記載してるんですけど、まずコミュニケーションギャップっていうと IT と業務の専門知識の違いということで、自社の中でシステム開発部門がしっかりしている企業さんでも、そのシステム開発部門の人が業務のことを伝えられないってよくあると思うんですよね。それが対提案している企業さん、つまりシステムを導入してくださる企業さんですね。我々のような企業に自分たちのことをしっかり伝えられないんだったら、そりゃいいもの作れないよねっていう風な意味合いですね。次に要件定義の不備ということで2つ記載しています。
業務プロセスの複雑さ、要件の変化っていうことで、まず業務プロセスをしっかりと明確に伝えれていなかったら、それはシステムで業務を改善することってできないんですよね。そして日々の業務のやり方がマニュアル化されてない、そして都度都度変わっていく頻度が高くなっちゃうと要件が変わってしまうので、それもシステムの導入失敗につながってしまいます。そして最後、ユーザー企業にもかかわらず業務の知識が不足しているっていう風な、ちょっとドキッとする内容かもしれないんですけど、業務担当者がしっかりと自分の業務のなぜこういうしてるかっていうのを伝えれない、なおかつ隣の部署のことも伝えれないってなると、一つの部門だけでシステムを導入したとしても周りの部分は全然ハッピーにならないとか、あとは全体最適化で動いても自分のことしか伝えきれないみたいなことになっちゃうと、業務の知識が不足しているがゆえにシステム会社に言えないっていうのが発生すると思うんですよね。この3つ、新森さんどういう風な印象ですか？まあ3番とか特に印象的ですよね。何がしたいのかっていうのは伝えるものの、じゃあどういう業務でこれをしたいからこうなりたいんだ、こういう機能が欲しいんだみたいなのやっぱり伝えるの難しかったりとか、伝わらない、1番とかも関わってきますよね。言ってるけどベンダー側理解してくれないとかっていうのは結構あるあるかなっていうふうに思いました。伝えてるのに伝わらないってお互いだと思うんですよね。ただもうシステムを提案する企業、システムを導入している企業さん側は伝えないといけないし、伝える義務があると思うので、しっかりこの失敗の理由の1つ目の自社の業務とシステムの要望を伝えられないっていうのは覚えていただけたらなというふうに思っております。そして2つ目ですね、システム利活用のイメージ不足ということで、要件定義の不十分さ、そしてユーザーの理解不足っていうことで、先ほどと同じような内容にはなるんですけど、ビジョンや目的の曖昧さということで、なんでこの要件定義をしたのか、そしてどうなりたいかみたいなところの目的意識ですよね。自分たちの不平不満を解決したいっていうのはすごくわかるんですけど、全ての不平不満を解決するためには金額がかかってしまいますので、なのでしっかりとその要件定義をした後のビジョンや目的を伝えれるかっていうところも重要になるんじゃないかなっていうふうに思っております。そしてユーザーの理解不足っていうことで、ここで初めてですね、トレーニング不足っていうのを記載してます。これどういうことかというと、システムを導入する企業の企業規模が大きくなればなるほど、現場の部門とシステム部門っていうのが乖離しちゃうというか、距離が遠かったりするんですよね。そしてユーザー部門も全ての人がシステムの導入プロジェクトに入るっていうのも現実的に難しいので、選抜されたマネージャーだったりとかリーダークラスの人たちが参加しているっていうふうなことになると、現場の言い方悪いですけど末端の方、本当現場で汗水垂らしているような人っていうのはなかなかこのシステムに理解を示していないことが多いので、しっかりとトレーニングをしなくちゃいけないですっていう風な意味合いで記載をしております。このシステム利活用のイメージ不足、どうですか？印象。これは、プロジェクトやってて一番多いなと思うのは、そもそも2番のところですね。今あったマネージャーとか一部の人たちが選抜されてやっていくっていう、その人たちが理解をしてないっていうケースが私は多すぎるなっていうふうに思ってて、なるほど。ベンダー側も要件定義書とか業務設計書とか作ってその方たちに渡す、それをもう見ていないとかっていうのがあるので、やっぱりその方たちがちゃんと理解をしないと、それをじゃあ伝播していくじゃないですけど、使う人たちに伝えるってもうできるわけがないので、やっぱりそういうプロジェクトに立つ人たちっていうところは、他人事じゃなくてベンダーが作ってくれるからいいよね、トレーニングしてくれるからいいよねじゃなくて、自分が他の人に伝えれるような状態っていうのをちゃんと作らないといけないなっていうのは日々感じております。ユーザー企業側の原因だからね、もちろんシステム導入を提案している側にも責任あるかもしれないんですけど、そこは両者が歩み寄らなくちゃいけないところですよね。そうですね。では続いて、ユーザー企業の要因ということで2つ同時にお話をしたいと思います。プロジェクト管理能力不足とコミュニケーション不足ですね。これはユーザー企業もシステム提案企業の、両者ともに共通するところになります。1つ目が不十分な計画と進捗管理ということで、タスクとリソースの不適切な割り当てということで、よくあるのがユーザー企業がいついつまでにシステムを使いたいです、ローンチしたいですって
ご要望をお話をしても、システム導入企業側はそれはできないですよって言っても、いやどうしてもお願いしますみたいなことになっちゃうっていうのは、この不十分な計画と進捗管理が、よろしくなかったっていうふうなことにもなっちゃうと思います。そして2つ目が自責の欠如と責任の所在の押し付けということで、先ほど新堀さんからもお話があったように、ユーザー企業とシステム提案企業がちゃんとタッグを組まないと、あなたがやってくれると思ってた、誰かがやってくれると思ってたみたいなところになりますので、この問題発生時の責任回避っていうことで誰かに押し付けるのじゃなくて、ちゃんと自責を持った上で、自分たちはこのタスクをいついつまでやります、その後にあなたたちはここからバトンタッチするのでお願いしますねっていう風なウィンウィンの関係性がないと難しいのかなっていうふうに思ってます。続いてステークホルダー間の連携不足ということで、一つの企業と一つの企業が2社だけで進めるプロジェクトってレアだと思うんですよね。システム企業もあれば、システムのいろんな IT ツールを使いますみたいなことだったりとか、ましてやパートナー企業さんも、交えてシステムを作りますみたいな時には、その利害関係者ステークホルダー間の連携っていうのは必ず必要ですので、情報の断絶と誤解の発生がないように動かないといけないと思ってます。なのでコミュニケーションをしっかり取りながらも、そのログを残していったりとか、打ち合わせに参加していない人でもしっかり分かるような議事録っていうのは避けては通れないっていうふうに思っております。この3番目と4番目、新堀さんどういう印象ですか？これはシステム導入とか関係なく、何をするにしてもちゃんとタスクを整理して管理しましょうねとか、関係者コミュニケーション取りましょうねとかっていうのは何をするにしても必要だと思ってるんですけど、コミュニケーションとかはルールをやっぱり決めた方がいいのかなって思います。なんかお互いうわーってやっちゃうと、もう結果何みたいなことって起きがちなので、しっかりこうルールを決めて、なんかこうだったらこうしましょうとか、結果まとめてどっかに置いときましょうとかみたいな、そういったルールを決めることが重要なのかなと私は思います。フライクでいうとバックログを使ってプロジェクト管理してるじゃないですか、あれいいなと思うのはウィキですね。ウィキの中に情報を貯めてるから、バックログのタスクってたくさんできちゃうとこう読み返すのすごく大変じゃないですか。ただ議事録のフォルダはここですよとか、提案資料はここですよとか、プロジェクトの中で作った資料はここですよみたいな感じで、一つの中のバックログのウィキの中に残っているのはいいなっていうふうに思ってます。では続いてシステム提案企業の要因で技術力を向上させる試みが少ないについてお話をしていきたいと思います。3つあります。まず1つ目が現状維持志向と技術革新への抵抗ということで、今で言うと AI とかチャット GPT とか、生成 AI ですね、そういう風な分野がたくさん出ていると思うんですが、意外とシステム企業側は使っていなかったりとか、コーディングする時には使うなみたいなのがありますけど、もちろん使ってるじゃないですか。あれを使わないみたいな意味合いで言うと、新しい SaaS は使わないとか、前の技術に頼りきりみたいなことになるので、この1番目、現状維持志向と技術革新への抵抗っていうのは、あんまり大きな声では言えないですけど、システム企業は取り組んでいないこともあります。続いて技術トレーニングや教育への投資不足ということで、先ほどと似てますよね。スキルアップの機会不足ということで、プロジェクトが忙しすぎてとか、同じようなプロジェクト、ルーチンワークですよね。ルーチンワークをこなすだけの仕事をしていると、どうしても技術を上げるタイミングっていうのがなくなってしまいます。そして就業時間だけで技術力を向上するっていうのもなかなか難しいと思うんですが、3つ目ということで、学習や実験の時間が取れない環境ということで、私たちフライクラ 10% の就業時間を研究開発に投資をしているじゃないですか。あれ結構レアだなと思ってて、口では言ってるけど実際伴っていない企業さんっていうのはあると思うんですけど、こういう風な環境があるないとか、お客さんのプロジェクトが自分たちにとって少し背伸びした案件をできているかみたいなところが、非常にこの技術力を向上させる試みが少ないというところの要因になっているんじゃないかなっていうふうに思ってます。ここまで
少しドキッとする内容が多かったと思うんですけど、このような状態ではシステム導入がどうしても失敗してしまうので、一つでも該当する内容があれば改善をしていっていただきたいなっていうふうに思っております。ぜひ皆さんが使っている IT ツールでおすすめの IT ツールありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。ここまではシステム導入成功率 52.8% を、紐解いていったんですけど、ここからは少し話が変わって大規模システムっていうところにターゲットを絞ってお話をしていきたいなっていうふうに思っています。我々クライクが考える大規模システムですね、1500万元以上の投資、売上高が10億以上の企業さんが、よく陥りがちな大規模システム刷新失敗の3つの理由をお話をしていきたいと思います。まず1つ目が RFP を準備できていないなんですけど、 RFP っていうのがリクエストフォープロポーザルって言って、日本語訳すると提案依頼内容なんですよね。で、どういうことかっていうと、システムで実現したい要求を全て盛り込んで具体的な提案を依頼する文章なんですが、要素としてはたくさんあってですね、プロジェクトの概要、提案依頼内容とか選考方法、契約条件とかっていうのがあるんですけど、全て用意するのは絶対難しいと思います。ただ RFP のサンプル解釈したんですけど、プロジェクト概要から始まり、2番目業務システム概要とか、3番目機能要件、4番は非機能要件、たくさんあるんですけど、意外とこの RFP をここまで用意しなくてもいいんですが、何もしていない状態でシステムの提案を受けようとしている企業さんめちゃくちゃ多いなと思ってて、そりゃ失敗するよねって思ってます。なのでここまで十分作らなくていいものの、似たような RFP は用意した方がいいと思っております。続いて、2つ目ですね。自社の業務フローが整理整頓されていないっていうところなんですけど、自社のビジネスモデルになぞらえた売上の上げ方とか利益の確保の仕方ですねを業務フローとシステムの両軸で説明できますかなんですけど、結論言っちゃうと会ったことないんですね。こういうふうなちゃんと言える企業さんに。そうですね。で、大体失敗しましたってお客さんにこれ聞くと、何ですかそれみたいな。で、じゃあ今使ってるシステムと業務フローってありますかっていうと、なんじゃそりゃみたいなになっちゃうんですけど、いやいや違いますと。なので私たちフライクではこのマーケティングとかフロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィス、サービスプロセスまで、全てとは言わないものの、導入しているシステムの前後の領域ぐらいは流れをしっかり考えとかないとシステムは失敗しちゃいますよっていう風な意味合いです。具体的に言うと、マーケティング領域に業務フローは、左から右にクライクを知る、より興味を持つ、問い合わせ、アポ確定っていう風な業務の流れに沿って、縦軸が名前も知らない人とかっていった人の情報とかシステムの情報を概要で記載をしております。ただこれはあくまで概要なので、この後詳細にも、考えていく必要はあるんですが、こういう風な業務フローを、用意しておくっていうのが大前提です。もしなければしっかりと用意をしてください。そして詳細はどういう風なものを用意するかっていうと、一つ一つの詳しい操作まで記載をしております。例えば私たちフライクのセールス領域だったら、初回面談までの流れを問い合わせからウェブ会議をするところ、じゃあその後に秘密保持契約書を結ぶところといった細かい業務の流れをしっかり記載をしていくのを RFP の中に入れてるんですよね。なので業務設計をするっていうのはこういう風な理由になります。つまり自社のこと、自社の業務フローをしっかり伝えずにシステム選定をしてしまうと、そりゃ失敗してしまいますよねっていうのが2つ目の理由です。そして最後3つ目ですね。 SaaS プロダクト利活用のイメージができていないっていうことなんですけど、よくその SaaS のツールを選んで失敗してしまったっていう企業さん、こういう風な決め方をしている企業さん多いんですけど、 SaaS ツール、IT ツールのプロダクトの機能比較ばっかりやってしまう。こっちの機能にはこの機能がある、こっちのツールにはこの機能はないみたいな丸×表を作ることに精一杯時間をかけてしまう。そして2つ目が価格で選んでしまう。例えば今契約すると 20% オフです、 30% オフですみたいな金額で判断をしてしまうですね。
そして3つ目が他の企業さんや同業他社の事例ばっかり気にしてしまう、よくあることだと思うんですけど、こういう風なことしてしまっても失敗してしまうかなっていう風に思ってます。つまり SaaS のプロダクトの利活用ができないままシステムを確定させてしまうと、それは失敗するよねっていう風な意味合いです。なのでもちろん大規模システムだけではないんですけど、大規模システムが失敗する理由はこの3つですね。1つ目が RFP を準備できていない。2つ目が自社の業務フローが整理整頓されていない。3つ目が SaaS プロダクトの利活用のイメージができていない。いかがですか？この大企業に関わらず中堅企業もこういうふうなことあると思うんですけど、なんかドキッとする内容もあると思うんですが、新森さんどうお考えですか？としますね。やっぱみんな時間がないんでしょうね。もう RFP なんか作ってる時間ねえよみたいな、会社から来年の4月までにシステムを入れ替えてって言われて、やっべえ業者探すか、うおーみたいなっていうのがすごく多いんじゃないかなっていうふうに思うので、やっぱりこれも立派な業務の一つっていうか大事なことなので、しっかりと時間をとってしっかりとやっていくことによって 52.8% っていう数字が、少しでも高まっていくんじゃないかなっていうふうに思いました。今日の動画ではドキッとする内容ばっかりだったので、じゃあどうすればいいんだっていうのはなかなか伝わっていないかなと思っているので、2つ目の動画ですね。この動画が4本中の1本目なので、次の動画2本目では大規模システム導入前に実施したい3つの準備体操についてお話をしていきたいなと思っております。まず1つ目が現状の課題や業務の整理をすること。2つ目が将来の業務やビジネスの進め方を想像すること。そして3つ目が費用削減ではなく何を生み出すかっていうところをしっかり考えていくっていう風な3つの準備体操についてお話をしていきたいと思います。ぜひこの動画を見てくださって、ちょっと内容気になるなっていう方はぜひ2つ目の動画も見てください。今日の動画はここまでです。ここまでお聴きいただきましてありがとうございました。ぜひこの動画を見てくださった方、いいねボタンよろしくお願いします。そして、このような動画を皆さんに週に1本お届けしていきたいなっていうふうに思っておりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。2本目、3本目、4本目もしっかりアップしていきますので、合わせてご覧ください。そして最後にフライクからのお願いです。この動画で使ったホワイトペーパーは無料でダウンロードすることができますので、概要欄に貼っておきます。ぜひ皆さんダウンロードして中身をチェックしてください。では次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。